コーヒー&トーク実施へようこそ。だいぶ寒波がニュースになっております。寒さですね。皆さんいかがお過ごしでしょうか。この実施のお名前の元祖にあるジャズ喫茶は北海道の釧路にあるとても寒いところの喫茶店でしてね、僕は学生でお金がなかったけれども、この部屋の暖房費を節約するために昼間から閉店時間までなんか本読んだりぐだぐだしながらよくお世話になってた場所なんですが、ある夜ね、帰りに、夜ですよ、とても寒い夜なんですが、夜も朝もいろいろあるんですが、川を渡るわけですよ。でね、川の表面が凍ってるんですよ。その氷から湯気が出てるんですよ。なんじゃこりゃっていう、要するに氷の方が随分と暖かいからですね、フリーズドライですね。いやすげえなーと、感心したものでございますが、頑張っていきましょう。で、ジャズということで人種差別問題とか強烈に熱いライブ演奏とか、それはいいんだけど、ちょっと重かったですよね。2曲2つね、ご紹介いきなりね。ちょっとね、息抜き欲しくないですか。でね、息抜き系の曲って結構心当たりはあるんですけど、今聴いて何が一番おすすめかちょっと結構悩みました。で、今回はですね、マイルス・デイビス・クインテットのリラクシンから If I Were a Bell っていう曲をご紹介したいと思います。どうなんだろう、世間的にはこの曲どうなのかわかんないけど、僕はとても大好き。実質でもよく夜のね、お客さんが入った8時9時ぐらい賑やかな時にこれはよくかかってた曲がありますな。とても優しい感じの曲です。マイルスとコルトレは30歳ぐらいですかね。一番脂の乗りの初期のいい感じの時のバンドです。メンバーすごいですよね。マイルス・デイビス、トランペット、ジョン・コルトレーンにレッド・ガーランド、ポール・チェンバース、フィリー・ジョージ・ローズって、ジャズ知ってる人はみんな聞いたことがあるような後の大御所たちが若い時に撮った56年の録音ですね。で、このね、心地よさって僕はすごくピアノのレッド・ガーランドに由来すると思うんですよ。レッド・ガーランドって皆さんご存知でしょうか。写真を見るとね、お茶目なふりした黒人のね、いいお兄ちゃんなんですよ。おっさんっていうかお兄ちゃんっていうかでね、この人がみんなの輪をすごい個性の強い人たちの輪を和やかにね微笑ませてつないでるだなと彼がね、僕は思っていたんですけど、意外レッド・ガーランドって元プロボクサー結構買ってたらしい。だからさ、むしろレッド・ガーランドはこのバンドの輪を取り持つ仲良しさんグループの中心であったというよりは、人種差別問題の中でこのバンドが頑張っていくためのボディーガードとして入ってきたんじゃねえかと。で、実際ね、プロボクサー若い頃ずっとやってたんで、ピアノは18歳からっていうことですね。で、その前どこまで音楽やってたかっていうのはよくわかんないけど、そんなにねバリバリのピアニストってわけじゃないんですよ。だからマイルスバンドでずっと長くやったり、いい感じのグルービーとか名盤トリオの名盤とかもあるんですけども、65年もこの録音から10年ぐらい後に母の死の機会にダラスの実家に戻り西を設けて私生活を身に捧げると。後年はあんまり音楽家としての全米的な世界的な活躍はあんまりせずに地元で悠々自適というかのんびり地元生活を送られた人みたい。すごいレッド・ガーランドらしい晩年だなという感じもします。
でちょっとねせっかくだからマイルス先生についても語っておきましょうか。マイルス・デイビスはね、この人ね、ちょっと変人と思われてる向きもありますが、バリバリの音楽屋なんですよね。もともとお父さんもお母さんも音楽屋さんというか、お父さんは音楽志望だった歯科医、すごくお金のある歯科医で、お母さんは教会のオルガンの先生で、そういう音楽一家に育って、マイルス・デイビスはジュリアード音楽院に進んじゃって、その音楽院はね、あんまりちょっと違う、俺のやりたいことは違うみたいな感じで中断しちゃったみたいですけども、マイルスってのはそういう人で、今回のアルバムでは何て言うんだっけ、ミュートトランペットを使っているので、すごくねマイルスらしさはすごく感じると思います。初めて聴くマイルスでもこれは OK で、曲なんですけど、If I were a bell、 私がベルだったらっていう、なんかね可愛い感じの曲かなと思うでしょでさ、これが調べたらですね、ラブラブな男女のミュージカルの曲なんですけれども、お堅い女性がね、男の人なんて付き合ったことないわっていう感じの人が、ちょっとおちゃらけた男子と縁があって仲良くなって、でちょっとねデートに誘われてしまったわけですよ。でね、その女子がお酒をお召し上がるんですね。そしたらですね、酔っ払っちゃって私が彼だったらカン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 なるわーっていうねそんなね酔っ払い女子になっちゃったっていうね。で男女がすごい仲良気が意気投合してハッピーラブラブなミュージカルとなっていくという、60年代アメリカっていうんですかね面白いもんで、お酒飲んじゃったらわーいガン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 という曲でございますなんか身も蓋もないハッピーソング、そういう感じで、今日はねちょっとね和やかに聴いていただいていいと思います。長くもないし、こういう曲もこれからいくつかは紹介していきたいんですけど、あとちょっと予告させていただくと、個人的にThis Isで思い出のある曲ってねやっぱりあるんですよね。世間的には評価そんな高くなくても、実質のオーディオでスピーカーでこれ聞いた時よかったなっていうのをこれからいくつか紹介させていただこうと思います。皆さんの環境でそれがいいかどうかはまたちょっとわかんないですけど、せっかくこの20秒名前を借りてやるので、その辺もちょっとやっていこうかなと思ってます。とりあえず今回はリラックスして聴いてください。それが一番いいと思います。では、失礼。マイルズ・ビッグ・クインステントアルバムリラクシンから、リラクシンっていうのは有名な話でね、5月と10月2回録音でアルバム4枚分一気にやっちゃったっていう、すごいマラソンセッションからのアルバム。トランペットマイルス・デイビス、テナーサックスがジョン・コルトレーン、何回も名前で出しているコルトレーンです。でピアノが今日語らせてもらったレッド・ガーランド、ベースポール・チェンバス、ドラムフィリー・ジョージョで、If I Were a Bell です。